ご視聴ありがとうございます。今回は7月に買った道具紹介したいと思います。1つ目はシグネットのビット工具セット27002。新製品が出ていました。超小型ラチェットハンドルとビットソケットのセットです。中身は最近よく見るちっちゃいラチェットのセット、ハンドルとビットを組み合わせたものにソケットを足したものなのですが、入れ物がこれ面白くて、樹脂のパネルを折り目で畳んでいくと角パイプ状っていうんですかね、こんな具合にまとめることができます。ちゃんと留め具みたいなポッチがありまして、こうしてばらけず持ち運びが可能って具合。ベルトなどに通せるフックもついていまして、どこかに固定することもできます。一番小さく効率よくまとまってるってわけではないんですけど、この収納面白いっすよね。楽しくてしばらくパチパチとやっていました。アイディア製品だなと思ったっすね。これでお値段2500円くらい。ソケットまでついてこれすからかなりお買い得となってます。ビットやソケットなどの内容物はまだしっかり使ってはおりません。パッと使った感想としては特に何もないっすね。最初ラチェットハンドルの切り替えレバーが激烈硬くて爪取れちゃうかと思ったのと、ビットに巻いてあるカラーラベルがなんともチープに感じたくらいです。サイズがおかしいとかすぐ曲がっちゃうとか粗悪な雰囲気は全くなく、どれもとりあえず使えるしっかりとした道具となってます。このセット、用途としては最初オートバイの車載に良さそうと思いましたが、なんだかんだ場所や使い方は選びそうです。横とかスカスカ、向こう見えちゃう仕様ですから、ビットが毎日中のホルダーから外れたらどっか行っちゃいますし、樹脂部分の耐久性も未知数です。熱くなる箇所や直射日光が当たる場所に置くのはなかなかリスキーだと思いました。お家でのちょっとした作業用に使うとか、ビットや渋一工具を初めて買うって時、これをアクセサリー的に一緒に買うのもおすすめです。ビットもソケットも飛び抜けて良い製品ってことはないですから、使っていくうちに壊れたり不満が出たりでどんどん入れ替わってはいくでしょう。しかしとりあえずのスターターキットとしてこれ選ぶの悪くないのではと思いました。シグネットのビットソケットセット、収納をパチパチやってるだけで面白いです。見かけましたらお手に取られてみてください。2つ目は特殊な道具に入るか、バイスプライヤーにスライドハンマーがついたこちらの道具。見た目から分かりやすい道具っすね。今までスライドハンマー使いたくても使えなかった箇所にバッチリと使えそうなアイテムです。ダウエルピンを抜くのに良さそうと思い今回使ってみました。シリンダーからダウエルピン抜く作業って今までは横からプライヤーで掴んで油を差しながらグリグリ少しずつ回して抜いていました。難しくはないですが、傷を入れそうで怖いナイーブな箇所で緊張しながらやる作業だったのです。このスライドハンマーならプライヤーで良いところを掴んでさえしまえば、あとはコンコンと引っ張るだけ。あまり力もいらなそうでシリンダーに傷はつけなさそう、作業の怖さがなさそうな道具だと想像をしたのです。で実際に使ってみた結果、ちょっと思ってたのとは違ったっすね。思った以上にダウエルピンが抜けなかったのです。ちゃんとシリンダーを固定していないとか作業の不備は多くあるとは思うんですけど、それにしても引く力が対象にうまく伝わっていないように感じました。一直線に引っ張れないというのがその原因かと思います。ご覧の通りバイスプライヤーはカーブ状ですから、抜きたい対象に対してまっすぐ掴むことができず、でそれを引っ張るスライドハンマーも斜めになってしまう。実際ダウエルピンには斜めに力がかかっているような印象でした。まっすぐ引けないから抜くまでにとても時間がかかる。思った以上に強く引かないとダウエル動きすらしなかったっすね。今回は4箇所ダウエルを抜く作業をしてまして、1つはこれを使ってなんとか抜きましたが、残りの3つはスライドハンマーを取り外してバイスプライヤー単体で横から掴んで回し抜く、従来通りのやり方で外しました。スラハンを外してバイスプライヤー単品にした方がやりやすく、また不安もなかったっすね。
ちなみにちょっと脱線しますし、ご存知の方も多いかと思いますが、中空のダウエルを抜くときは内径と近いサイズの中実棒を入れてダウエルピンと一緒に掴むと変形を最小限に抑えられまして抜きやすくなります。当然傷入りますからダウエルの再利用は不可能となりますが、中に芯入れないと本当にダウエル抜くの苦労しますから、困っている方はぜひ試してみていただきたいです。さて道具に話を戻しまして、これ一直線にまっすぐ引けたらまた違った印象になるのではと感じました。お伝えした通り対象への力は若干斜めに伝わっている感じで、今回のダウエルピンのように変形しやすいものに対しては現状の組み合わせだと扱いにくく、バイスプライヤーの上がストレートならもう少しまっすぐ引けるようになって今回の作業には良かったかもしれません。ダウエルを抜くのにはちょっと不向きだったこの道具。しかしこれがあると助かる箇所というのも多くあると思います。叩いてダメだったのが引いたら軽めに抜けたってことも過去に経験ございます。様々な形状を引っ張れることはこのアイテムの大きなメリットです。ただ打撃はちょっと鈍ること、ご留意いただきたいポイントとなってます。個人的な要望としてはもう少し小さなサイズ使ってみたいと思いました。全部で 250mm くらいのサイズ。割りピン抜くのに使ったり C クリップを外したり、それからこの間ブレーキマスターからゴムシールで止まったニップルを抜く作業をしていたのですが、これの半分とか3分の1くらいの小さいのがあったら手軽に使えて良さそうだと感じました。現状後方に 500mm 程度はスペースがないと使えませんので、車体下側など地面と近いとこだと使えないことが多く、サイズ小さいもの試してみたいと思ったっすね。それからつかみ面の攻撃性を減らしたプライヤーレンチみたいなタイプもあれば便利なのではと感じました。傷を入れないで抜きたい対象って多いっすよね。そんな時に瞬間的に衝撃を与えるこの道具、もしかしたら使えるのではと感じました。ただ小さくするのもつかみ面をスムーズとするのも、どちらも引き抜く力はさらに落とすことになります。今回私が抜きたかったもの、そもそもうまく抜けませんでしたから、この辺は難しい塩梅なのかもしれません。アイディア商品スライドハンマーロッキングプライヤー、いつかこれに助けられると期待をしている製品です。機会ございましたらお試しください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。